YouTube でははじめまして、平野寺、または平沢下子と申します。声は AI 音声合成ソフトのボイスピークさんに入れてもらっています。さて、私は何者か、というと、普段はイラストレーターをやってたりするんですが、建物を自由に作りたい。ということで、ブレンダーのジオメトリノードで、楽しい建物ジェネレータというものを作ったものです。ユーザーさんの声を聞く感じ。あまり 3D で建築物を作ったことはないけどオリジナルの建物を作りたい。という需要が多いんじゃないかな。と、そんなわけで、目的の建物を簡単に作るためにはどうしたらいいのか。というのを説明するチュートリアルを作りました。なお、このチュートリアルは私のジオメトリノードを購入した人だけではなく、建物作りたいけどどうやったらいいのかわからないって人だと参考にはなるんじゃないかな、と思います。ちょっと長くなると思いますが、楽しんでいただければ嬉しいです。まずはじめに考えなきゃいけないこととして、そもそも建築物ってなんやねんということから考えます。そこからと思われるかもしれませんが、図のように建物、建築物といってもいろいろあります。左に示したような屋根と窓と扉がついた建物でさえあればいいってわけではありませんよね。建物と一口に言っても千差万別です。これらのどれか一つだけ作れればいいってわけじゃなく、いろんな建物全部に共通するルールが知りたい。できればそれを利用して作成手順を省略したい。って思いませんか？私は思います。建物を作るのであれば、建物の構成要素を考えなければいけません。一般的に建物の構成要素というと、多分、屋根と壁と窓とドアとっていう風にイメージできると思います。ただ、それこそが建築の構成要素であるって言ってしまうと、右に示したような壁全面がガラスでできた超高層ビルみたいな建物とか、あるいは寺院とか、そういうのをどう解釈していいのかわからなくなっちゃいますよね。そこで、今までの建物の構成要素の概念とはちょっと違った概念、モジュールについて考えてみます。まず、モジュールとは何か。ググってみると、工学的な用語としての機能単位というような文言が出てきますね。実は建築学の用語で言うと、モジュールというのはちょっと違う意味だったりするんですが、ここでは素直に建築物を構成する機能単位としてのモジュールについて考えてみます。まず、何が建築物のモジュールかを考える前に、建築物のどの部位をモジュール化したいかを考えなければなりません。そこで、建築物の見た目にとって一番大事な部分は何なのかを考えましょう。それは何か。私はそれを講義の壁だと思います。ここで講義の壁という言葉にしたのは、壁と窓や扉を分けて考えるのではなく、それらを含んだ建物の垂直要素を全部壁として考えるということにしています。なぜ壁が一番大事なのか。それは壁が建物の機能と文化的背景を同時に表現するからです。私たちは壁の情報だけから実に多くの多様な情報を得られることがわかります。さて、では、様々な建物の壁をモジュールとして解釈してみましょう。まずはこの写真。ヨーロッパ近代風の建物です。必ずしも完全な繰り返し構造にはなっていないですが、部分的な共通性を持った構造が反復的に現れているのが見て取れると思います。次は、現代的な鉄筋コンクリート造りのビルです。こちらはかなり規則的な繰り返し構造になっているのが見て取れます。また、先ほどの建物もこちらも、最上階と地上階は中間の階とかなり違う見た目をしてるな、ってのも見て取れると思います。最後に日本の寺院です。寺院建築は壁構造が軒を支える構造と一体化しているので、パッと見、壁のモジュール構造とは捉えにくいかもしれませんが、そうして捉えてみるとかなり強い規則的パターンを持っているのがわかります。さて、このように見てきたことで、一見文化背景も用途も違う建物がモジュールの存在という共通項でくくれることが分かったのではないかと思います。これを使うことで、いろんな種類の建物のモデリングを同じ方針でできるのでは？そんな感じがしてきませんか？さて、それでは実際にモデリングをするにあたって、ですが、今回、撮った写真を素材にしてモデリングを行います。なお、写真でなく、自分で描いたイラストとかでも構いません。なぜ写真を使うか、ですが、まず第一に、人間が頭でのみ考えられる複雑さには限界がある、ということです。また、
とにかく建物のモデリングのハードルを上げる要因に、必要なのかどうかすらわからない素材を大量に購入しなければいけないかもしれない、という恐怖があるなぁ、と思います。モデリングの 50% はマテリアルにあると言えるくらい大事ですが、苦労してモデリングした後でマテリアルを考え、マテリアルを汚して、みたいなプロセスは大変なので、写真を用いることでこれを省略したい、と考えます。で、避けては通れない恐ろしい話題に移りたいと思います。著作権と衣装権の問題です。既存建築物の写真、モデリングで使っても本当にいいのかという疑問があります。私がここで写真を素材にしましょうって自信満々に言って実は厳密に言うと違法でした。なんてなったらシャレにならんな、と思い、専門家に聞いてみました。まず、著作権侵害にならないかという疑問についてです。具体的な文面を読み上げるとキリがないので省略しますが、要は、建築物の著作権侵害が成立するのは既存の建築物を建築によってコピーした場合ですね。この場合、絵や 3D は関係ないということになります。次に、衣装権の侵害にならないかという疑問についてです。これは、今まではずっと問題なかったのですが、2020年から建築物のデザインが衣装登録の範囲に定められるようになったので、ちょっと怖いな、と思いました。衣装権というのは著作権より強い権利で、不作為の類似でも違反にあたる、という特徴があります。ただ、これも聞いてみたところ、建築物における衣装の実施は建築物の建築、使用、譲渡等、実際に建築物を利用する行為にあたる、とのことで、アート目的の建築物の写真の利用が衣装権の侵害にあたることはないとのことでした。そんなわけで、基本的には建築物の写真をモデリングで利用することに問題はないと考えて良さそうですが、いくつか注意した方がいいことはあります。読むと長くなるので省略しますが、企業ロゴや看板、また著名建築や美術作品としての意味合いの方が強い建築物は扱いが難しいので、注意した方が良さそうです。あと、他人の撮影した写真や絵は当たり前ですが他人の著作物なので、勝手に使うと著作権侵害になります。なお、以上は私が調べたり質問したことの結果であって、私自身が法律の専門家というわけではないので本当に気になったりお知りになりたいときは専門家の方に相談してみてください。今回、使用するのはこの写真です。下のリンクからダウンロードしてください。私の写真フォルダの奥底から発見されたスナップ写真です。そんなに使いやすい写真ではありませんが、最上階、中間階、地上階で別々の構造になっていることがわかりやすいので、今回使う題材に選びました。もし自分で撮った写真などを使いたい場合は別にそちらでも大丈夫です。さて、それでは始めたい、とその前に、なんですが、ちょっとブレンダーの基礎について、です。今回のジオメトリノード、思ったよりも初心者の方に買っていただいているようですが、画面上に示した図のようなごく基礎的な内容について詳しく解説してしまうとそれだけでかなり時間がかかってしまい、今回の趣旨には合わないな、と思いました。そこで、苦肉の策ですが、こちらは PDF にて配布したいと思います。この PDF はチュートリアルではなく、ブレンダーの設定のうち、基礎的な内容だけメモしたものになります。なので、使い方としては一度初心者向けチュートリアルをやった人が、あのショートカットなんだっけみたいな復習に使う感じで作成しています。ほとんどの方にはあまり役に立たないかもですが、何かの役に立てれば嬉しいです。配布についてですが、こちらは画像と合わせてブースのフリー配布とさせていただきます。同じ分量で英語版を作るのが難しいので、ご購入いただいた海外の方と不公平になってしまうからです。もちろん、ノードの購入者でない方もダウンロードしていただいて構いません。もし今回のチュートリアルをめちゃくちゃ気に入っていただける既得な方がいらっしゃれば、ブーストなどしていただければ嬉しいです。さて長かった。ようやく本題、モデリングの開始になります。まずは新規にブレンドファイルを用意して、デフォルトキューブを削除し、ファイルを保存した状態からのスタートになります。まずは、Shift+A でメッシュオブジェクトの新規作成を行い、平面を作成します。R で回転を選び Y、90と順に入力して面方向を変えます。タブで編集モードに移り、G、Z と入力して1メートル上に移動します。移動時にコントロールを押すとスナップで自動的に1メートルに移動量を合わせてくれます。タブでオブジェクトモードに戻り、S でサイズを縮めると、右下の拡大縮小バーをクリックして開き、
XYZ すべてに 0.5 を入力して 1m×1 メートルのオブジェクトとします。再び編集モードに戻り、コントロール R でループカットを選択して左右を2分割します。次に、片側2個の頂点を選択してデリートを押して頂点を選択し、メッシュ半分を削除します。そうしたら、モディファイアプロパティに移り、モディファイアを追加をクリックしてミラーを選択します。ミラーモディファイアのプロパティでは座標軸を Y のみに変更しましょう。回転とスケールについて、変形を適用していなかったので、コントロール A でそれぞれ適用します。そうしたら、ここからはテクスチャがある状態でモデリングしたいので、まず画像テクスチャを設定します。シェーディングワークスペースに移動します。画面下部のシェーダーエディタ上で Shift A で新規作成し、テクスチャ、画像テクスチャと選んで画像テクスチャノードを生成します。画像テクスチャの開くで先ほど配布した画像か、ご自身の選んだ画像を選択して開いてください。画像テクスチャのカラーノードをプリンシプル BSDF のベースカラーにつなげてください。すると、3D ビューポート上でメッシュ上に何らかの画像が表示されたのが見て取れると思います。次以降の作業は UV 編集ワークスペース上で行います。そのように画面を切り替えてください。UV 編集においては、左側の UV エディタと右側の 3D ビューポートが連動します。まず右側の 3D ビューポートの編集モードで面を選択すると、UV エディタに画像が映るのが見て取れると思います。3D ビューポートの表示モードはマテリアルプレビューに切り替えてください。映像のようなやり方でなく、Z キーでも可能です。さて、メッシュ上の UV マップを確認すると、角度が90度回転してしまっていることが見て取れると思います。マウスカーソルを左側の UV エディタ上に持っていった状態で R90 と入力し、方向を修正します。右側のビューポート上で若干建物っぽくなったのが見て取れるでしょうか。UV エディタ上の操作方法は基本的には 3D ビューポートと同じですが、メッシュの編集を行う機能はありません。なお、UV エディタ上では横軸が X、縦軸が Y で固定です。そうしたら、UV エディタ上で S を入力してスケールを変更し、1階層分のモジュールにすべく G を入力して移動します。まずは中間階のモジュールを作成しましょうか。UV エディタ上で位置合わせを行い、3D ビューポート上で1モジュール分のテクスチャが表示されるように微調整を行っていきます。なお、入力元の画像ですが、読み込む前にクリスタやフォトショなどで遠近法調整を行っておくと、この時に手順を効率化できます。だいたい求める感じのモジュール感になったな、と思ったら、コントロール R でループカットし、窓の部位と壁の部位を切り分けていきます。3D ビューポート上に表示されたメッシュのうち、選択されている面だけが UV エディタ上に表示されるのが見て取れるでしょうか。面の選択には通常キーの3を入力して選択モードを切り替えましょう。選択モードを頂点に変えるには1、辺に変えるには2を入力します。辺が窓側に若干かかっていたので微調整しています。3D ビューポート上で G を2回連続して押すことでスライド移動に切り替えると、面に対する UV のマッピングを変えないまま辺の位置だけを移動させることができます。ただ、基本的には UV マップの変更のためだけならば、ビューポート上でモデル自体の形状を変えるよりは UV エディタでマッピングだけを変えた方がいいと思います。画像で電線にかかってる部分をモデルに反映させないために、エディタ上でマップの位置のみを若干移動させています。このように、写真とモデルは必ずしもイコールである必要がなく、モデリングに都合のいい部分だけ抜き出して使って構わないと考えた方がいいです。さて、ここまで来たわけですが、ちょっと面がつるっとしていて若干建物っぽさが感じられないのが気にかかるところだと思います。これを修正します。一度シェーディングワークスペースに戻ってください。下部のシェーダーエディタ上で Shift A を押し、ベクトル、バンプを選択してバンプノードの生成を行います。これはテクスチャに疑似的な凹凸を与える手法の一つです。画像テクスチャのカラーをバンプの高さに接続し、バンプの強さ、距離の値を 0.4、0.3 程度に設定します。そうしたら、バンプのノーマルをプリンシプル BSDF のノーマルに接続します。この状態で面の見た目を確認すると、テクスチャの色に従って凹凸っぽいものが形成されているように見えるのがわかると思います。なお、これは色だけの問題で、形状には反映されません。では、UV 編集ワークスペースに戻り、モデリングを再開していきます。まずは凹凸を作るため 3D ビューポート上で E で押し出しを行っていきます。そうすると、押し出した部位の側面が思わぬ色になることがあります。UV エディタ上でマッピングを修正していきます。押し出し部位の側面は、まず UV エディタ上では線で現れます。これは押し出した元の辺と、
押し出した先の辺がマッピング上ではぴったり重なるためです。UV エディタ上でも 3D ビューポート上と同様、辺ループ選択を行うことができます。押し出した側面をビューポート上で選択し、UV エディタ上で現れる線をあると左クリックした後、G で動かしてみて、辺が片側だけ移動できることを確認してみてください。これを用いて、押し出した側面も画像上にマッピングしていきます。さて、窓の処理に移っていきたいと思います。まず窓枠を生成します。面を選択して I で面差し込みを行います。なお、ここで現れる左右中央の差し込み面は不要なので、これは削除します。すると隙間が生まれてしまいますが、これは残った辺を移動することで埋めたいと思います。まずはスナップ対象を増分から頂点に変更します。辺を選択し、G、Y の後コントロール押し込みでスナップ移動を行い、Y 方向の位置を真ん中に合わせます。このように、頂点スナップ移動は一方向の座標のみを合わせるなどもできて便利です。UV エディタ側にも面差し込みによるズレが残っているので、これもスナップ対象を頂点に変更し、スナップ移動で横方向を合わせておきます。そうしたら、窓枠に大まかに合わせてコントロール R でループカットで窓面を分割しておきます。なお、この位置はテクスチャ上の窓枠にぴったり合っていなくて構いません。ループカットの本数はマウスホイールで調整します。と、こんなところで、窓の押し出しをやっておこうと思います。窓面を構成する面をすべて選択してください。E で押し出しを行い、窓の壁面からの奥行きを適当に与えます。なお、ここで現れる左右中央の差し込み面は不要なので、これは削除します。このような場合に便利なのが類似選択です。消したい面のうち1枚を選択し、Shift G を入力してください。現れた選択肢のうち、同一平面上を選択することで、同一平面にある面をすべて選択できます。これを消去します。さて、そうしたら窓の内枠を作っていきます。まず、窓面の内窓の外枠にあたる部位以外をすべて選択してください。I で面差し込みを行い、左下に出るバーをクリックして、個別にチェックを入れます。そうしたら、面差し込みが各面ごとに行われるのが見て取れると思います。枠以外の面については、UV エディタ上でピボットポイントをそれぞれの原点に変更し、縮小を行ってください。これは、テクスチャの窓枠とモデルの窓枠がずれているため、窓面に枠がはみ出しているように見えないようにするためです。と、ここで不要な差し込み面が残ってしまっていることに気がついたので消しておきます。まずは不要な差し込み面をすべて選択して削除した後、本来左右中央にあってほしい部位をボックス選択で全て選択します。ボックス選択で抜けが出ないように、透過表示をオンにしておきます。そうしたらピボットポイントを 3D カーソルに合わせ、その後 S、Y、0と入力して、選択した全ての部位を中央に合わせます。この際、3D カーソルは最初から変えていないのでワールド原点にあります。このように、スケールで S、軸方向、0と選択することで位置合わせを行うのもメジャーな方法です。そうしたら、窓の内枠と外枠に若干段差を与えておきます。窓面のうち1面を選択して Shift G で同一平面を選択した後、ループ選択で外枠だけ選択から外します。それらを押し出した後、選択部位から窓ガラス面を外し、内枠だけ選択された状態にします。内枠を UV エディタ上で縮小し、テクスチャ上の適当な白い部位に収まるように入れてしまいます。このように、特に細かい部位に関しては全く関係ない部位をテクスチャマッピングしても大した問題ではありません。建物としての整合性と作業効率を優先しましょう。いよいよ窓ガラス面を作っていきたいと思います。まず、メッシュ上で窓ガラスに当たる面をすべて選択します。内側に向かって押し出しを行います。この際、一般的に想定される窓枠の厚みよりだいぶ内側に押し込んでしまう感じでいってみましょうか。不要な面は削除しておきます。押し込んだ面すべてを Shift G の類似選択等で選択し、Shift D で複製を行い、X で手前側に移動させてきます。この面がガラス面となることに注意してください。そうしたら、マテリアルプロパティを選択し、右上のプラスでオブジェクトに対して2つ目のマテリアルスロットを作成します。このスロットには新規を押して新しいマテリアルを作成し、サーフェスでグラス BSDF を選択します。粗さを0にして割り当てを押してみてください。そうすると、
選択した面がツルツルになるのがわかると思いますが、今のままだとちょっとガラスというより鏡っぽく見えるのではないかと思います。これはレンダリング設定がいろいろ影響しているので、修正しておきます。まずマテリアルプロパティで設定からブレンドモードと影のモードを共に不透明からアルファクリップに修正し、スクリーンスペース屈折にチェックを入れます。そうしたらレンダープロパティに移り、スクリーンスペース反射にチェックを入れ、そこを開いて出てくる屈折にもチェックを入れてみてください。そうすると無事ガラス部分が透明に見えるようになり、窓ガラスっぽく見えるようになったのではないかと思います。壁の側面もマッピングを修正しておきます。先ほどと同様、壁の側面をビューポート上で選択し、UV エディタ上であると左クリックでループ選択できるので、これを用いてマッピングを修正します。エッジや面に不自然さが出ないようにマッピングを修正しておきます。これでもうだいぶ良さそうではありますが、どうせだったら窓の手すりもつけてしまうか、という気になります。まず、図の位置から辺を選択して、E、Z で縦方向に押し出しを行い、窓面の前に手すりの生成元となる面を作成します。とりあえず面ができたら、一旦オブジェクトを分離します。面部分を選択した状態で P を押し、選択を選んで分離します。面が作成できたら UV エディタ上でマッピング位置を修正し、窓の手すりの形状が把握できるようにします。なんとなく枠の位置に合わせてコントロール R でループカットを行います。今回も厳密に位置合わせする必要はありません。そうしたら、窓枠を作った時と同様、I で面差し込みして枠を作成し、枠以外の面については消去してしまいます。枠のメッシュすべてを選択して UV エディタ上でマッピングを調整し、色にばらつきが少ない黒になるように修正します。奥行き方向にも枠を広げ、形状を調整しますが、厚みが全くないのがちょっと気になるので、これを修正しておきます。まずモディファイアタブでソリッド化を追加します。ソリッドの厚みを適当な値にした後、ソリッド化をモディファイアの設定で最初に移動し、モディファイアの適用を行います。そうすると実際に厚みのあるオブジェクトになります。そうしたら、左右中心に当たる部位から面を削除します。中央の面が見づらいときは、編集中のオブジェクトのモディファイアの反映を切ることで見やすくなります。次にベベルモディファイアを設定します。そうすることで、枠オブジェクトの角が取れるのが見て取れると思います。やはりベベルモディファイアをモディファイアの設定で最初に移動し、モディファイアの適用を行ってください。最後に、枠オブジェクト、壁面オブジェクトの順に選択し、コントロール J でオブジェクトの結合を行って一つのオブジェクトとしてみてください。こんなところでとりあえず中間階のモジュールは完成です。他の階も同様に作成していきますが、やることは中間階でやったことと基本的に全く同じなので、ここはダイジェスト動画とさせてください。さて、ここから4分半ほど早送りが続くわけですが、無音なのも何なので雑談させてください。うるせえ。静かにしてろ。という方は次のチャプターまで無音にしていただいて大丈夫です。このチャプターでは本当に前やったことの繰り返しなので、手っ取り早く先を見たい方はチャプターを飛ばしていただいても大丈夫です。さて、まず、なぜ 1m×1m のモジュールなのか、ということです。これは建築に詳しい方ほど違和感あるかもしれません。建築のモジュールは最低でも幅2メートル、高さ3メートル弱くらい、というのが常識ですね。人間の体のサイズを考えると当たり前です。なんですが、オブジェクトを再利用することを考えると、また勝手が違ってきます。皆さんは1種類の建物を作れればいいということはなく、多分いろんな種類の建物を作りたいでしょう。その時、モジュールをアセットとして蓄積しておくことで様々に再利用できます。ただ、その際モジュールによってサイズがバラバラだと、管理するのにとても面倒なことになります。なので、可能な限り分かりやすく規格化した方がいい、ということで 1m×1m としています。また、これはノードについてなのですが、ご購入された方は、なぜオブジェクトを並べる方式なのか、窓の形など設定できないのか、この3種類しか作れないのか、と思われたかもしれません。ただ、このような方式にしたのには理由があって、まず全てのディテールを数値で指定するとジェネレータの操作が限りなく重くなってしまいます。
それが新しいモデリングソフトを覚えるくらいの手間になってしまうとするとむしろ本末転倒なので、基本的にはオブジェクトを並べるだけでできるように設定しました。また、ジェネレータで全てを作ると、ディテールの面数や細かさが全てジェネレータ依存になってしまうという問題もあります。建物ディテールはポリ1枚でいい場合もあれば、かなり細かいディテールが必要な場合もあり、それらの要請を吸収するのが数値指定でディテールを作る形だと実質不可能だなと思いました。また、モジュール自体は通常のモデリングでも使用可能なので、後々、このノードやひょっとしたらブレンダー自体を使わなくなっても使えるものができるので、一番便利だなと思いました。そんなわけで、今の方式は手抜きではなく、これが一番いいと思ったからなのです。若干機能を欲張りすぎた感はないでもないですが、基本的には壁面モジュールさえあれば建物ができるという設計にしたつもりです。ただ、一方で壁面モジュールの作り方を教えないのは特に初心者に近い方に対しては不親切だなと思った次第です。とはいえ動画自体欲張っていろいろ盛り込みすぎたせいで誰も見ないクソ長動画に仕上がってる気はしますが、せっかく作って売ったからには使えた、楽しいと思ってほしいなというのがこのチュートリアルを作った動機です。さて、まだあと1分半もあります。ちょっとだけ作業内容に戻って、現在の動画上で曲面を作るために用いているのが G を2回押すことでできるスライド移動です。あと、ショートカット F でできる辺、面の形成、J でできる頂点の連結もとても便利です。F や J は基礎中の基礎なのですが、ちょっと今回全然出てこなかったので一応、その辺も配布した PDF にまとめてあります。とにかくブレンダーを利用する上でショートカットの把握は欠かせないわけですが、とにかく覚える量が多すぎるので、基本的には使った内容は全部メモするのがおすすめなのですが、メモ力というのは隠れた社会人スキルで、できる人とできない人がいます。私はできない側の人間です。で、ネットには親切な人がチートシートとしてショートカット一覧をまとめてくれてる画像などありますが、何をしたらどう動くのかというのを把握するのは慣れてないと難しいので、もう少しわかりやすい説明が欲しいなと思いました。そんなわけで基本的なショートカットとその時の動きをまとめて、画像にしてみせることでちょっとわかりやすく説明してみようとしたのが PDF ですが、基本的には自分自身がやった作業とショートカットを関連させて覚えるしかないので、資料は何でもいいですが、手元資料と動作を見比べながら覚えるというのが必要だと思います。さて、こんなところで壁面モジュールはひとまず完成ということにして、最後に建物の角になるオブジェクトを作りたいと思います。まずは、3D カーソルの位置を縦3つに並んだオブジェクトのどれかの原点に Shift+S で合わせてください。次に、ツールシェルフのビュー、3D カーソルにて、カーソルの位置の X 座標を -0.5 に設定します。カーソルの位置が奥側にセットバックしたのが見て取れるでしょうか。そうしたら、各オブジェクトの元にしたい上、中、下のモジュールをすべて選択してください。Shift D、R、Z、90と入力して、回転複製を行います。ちょうど90度回転した位置にコピーオブジェクトが生成されたと思います。この状態で見てみると、角の部分だけが切れていて、そのためこのまま並べると若干不自然になってしまうのがわかると思います。まず、コピー先オブジェクトすべてを選択してタブを押して編集モードに入り、壁の交点となる座標にあたる頂点どれかに Shift+S で 3D カーソルを合わせてください。その状態で壁に対して出っ張っているエッジのすべてを選択してください。そうしたら横のツールバーからパイが並んだようになっているアイコン、スピンを選択してください。点キー7を押して視点を直上からに変更し、青で表示されたカーブの端にあるプラスのマークを選択してクリックします。選択した V から 3D カーソルを中心にして回転するように面が押し出しされているのが見て取れるかと思います。コントロールを押して角度スナップを行い、90で止めて、左下のバーにて一番上の数値、分割数を2に設定してみてください。角度を変えてみると、エッジから角が押し出しされて発生しているのがわかると思います。角は若干丸みを帯びているように見えると思います。角部分をすべて選択します。ボックス選択を行う際、透過表示になっていることを確認してください。全部選択できたら、P でオブジェクトの分離を行います。分離したら、可動オブジェクトからミラーモディファイアを削除してください。また、回転した壁オブジェクトももう不要なので削除します。
そうしたら、原点の修正を行います。それぞれ高さは隣接する壁オブジェクトの高さに等しいように、水平方向は現在 3D カーソルのある位置に等しいように調整を行ってください。原点を修正するためには、3D カーソルをそれぞれ原点を設定したい位置に合わせて、3D ビューポートメニューからオブジェクト、原点を設定、原点を 3D カーソルに移動の順に行います。そうしたら、ちょっと角が丸みを帯びているのが気になるので、直角になるように直しておきます。角オブジェクトすべてを選択してタブで編集モードに設定し、それぞれの角の辺を選択して、X、Y 軸方向に頂点スナップ移動を行うことで角を直角に修正することができます。今回の最下部だけは、直角にしないでカーブとしておきましょうか。角の辺を選択して、コントロール B でベベルを行い、角を丸めます。今回、角オブジェクトが小さいこともあり、細かく UV 展開を行ったりするのはやめようと思いますが、最下部だけはちょっと気になったので修正しておきます。適宜必要に応じてマッピングは修正してください。このように、3D ビューポートメニューから UV 展開を選択することで、自動で UV を展開することも可能です。最下部の角オブジェクトにも、他の部位と同様柵を付け足しておきます。作業中、面が何か不自然だな、と感じた場合は、右上のビューポートオーバーレイから面の向きを選択し、面が反転していないか確認してください。赤い部分が反転している場所です。この部位のみ選択するためには、該当するメッシュの上にカーソルを合わせた状態で L を押すとリンク選択といって、つながった部位すべてを選択できます。左下のバーからノーマルを選びます。これを反転するには、ビューポートメニューのメッシュ、ノーマル、反転と選んでください。それぞれのオブジェクトについて、コントロール A で回転の適用を行ったらひとまず角オブジェクトが完成です。さて、それでは、これで建物アセットが一応完成した、ということにして、最後に楽しい建物ジェネレータにこれらのアセットを導入してみましょう。まず、数合わせのために、扉アセットの上に中間階と最上階のアセットを持ってきておきます。シフト D でコピーして Y、-1で映像の位置にコピーされます。そうしたら、次にジェネレータのアセット設定に必要な、コレクションへのオブジェクトの割り振りを行っていきます。右側の壁オブジェクトと、角オブジェクトをメインアセットに、左側の壁オブジェクトをバリエーションアセットに設定することにして、これらをそれぞれ別々のコレクションに割り振っていきます。まず、右側の6つ、壁オブジェクトと角オブジェクトを選択した状態で M を押すことでこれらを一つのコレクションに割り振ることができます。新規コレクションを選び、名前は何でもいいですが、メインアセットであることが分かりやすい名前にしておいてください。次に、左側の3つを選択して、こちらも同様に M を押して新規コレクションに割り振ります。こちらも名前は何でもいいですが、1個目に対するバリエーションアセットであることがわかる名前にした方がいいと思います。そうしたら、これら2つのコレクションを、アウトラインウィンドウ上で新規作成した1つのコレクションの中に入るようにします。このコレクションを外部ファイルからアペンドで呼び出すので、わかりやすい名前にしておきましょう。そうしたら、次は個々のオブジェクトに名前を振っていきます。名前の命名規則はそれぞれのオブジェクトの名前の先頭に対して、図のように番号を振っていきます。順番がおかしいのは申し訳ありません。番号以降の名前には特に規則はないです。次に、ジェネレータの仕様に合わせるため、各オブジェクトについては全てを選択し、R、Z、-45と打ち込んで、それぞれオブジェクトの角が X 方向を向くように調整してください。ちょっとこれは分かりにくくて申し訳ありません。それができたら、
すべての稼働オブジェクトにコントロール A で回転を適用しておいてください。さて、この状態で保存しておいて、一旦別に新規ファイルを開きます。まずデフォルトキューブを削除し、代わりに平面を置いておいてください。そうしたら、まずジェネレータのジオメトリノードをアペンドで呼び出します。対象のファイルを開いたら、ノードツリーからポリビルディングジェネレータという名前のついたノードをアペンドしてください。ジオメトリノードを適用するためには、オブジェクトにモディファイアプロパティからジオメトリノードを選び、プルダウンメニューからポリビルディングジェネレータという名前のついたノードを設定します。マテリアルプレビューにするとなんかチェッカー上のテクスチャが平面に適用されたのが見て取れると思います。これでジオメトリノードの読み込みは完了です。次に、建物アセットをこのファイルにアペンドします。先ほど作成した2つのコレクションが入ったコレクションをアペンドしましょう。これらジオメトリノード呼び出し、アセット呼び出し、ジオメトリノード適用の順序は前後しても構いません。次に、ジオメトリノードを適用したオブジェクトに対して、モディファイアプロパティのジオメトリノードの入力欄に対して、一番上の入力欄にメインアセットの入ったコレクション名を、2番目の入力欄にバリエーションアセットの入ったコレクション名をそれぞれ選択入力します。これで作成準備は完了です。そうしたら、自由に形状を作成していきます。デフォルトでは壁モジュールが 1m×1m でそのまま建物が作成されるので、必要であればこの辺りも修正します。扉を設定するためには、まずこのオブジェクトに対してマテリアルスロットと、それに対応するマテリアルを2つ用意します。これらのマテリアルはアウトプットに反映されないので色などは適当で構いませんが、編集時に見分けがつくように、マテリアルカラーとビューポートカラーを揃えておく方がいいと思います。マテリアルを設定したら、各面に割り当てることで扉を設定することができます。形状の編集はいくらでも凝ることができますが、今回のチュートリアルはそれを目的とするものではないので、まあこのくらいのシンプルさに留めておくとしましょうか。最後に、ちょっとだけレンダリングの準備をして終わろうと思います。環境光を設定するためには全点球画像が必要ですが、全点球画像をフリーでダウンロードできるのがこのポリヘブンというサイトになります。他にも、テクスチャ販売などで売っているものもあります。各自利用規約を読んで適切なものを使いましょう。サイトから HDRI をクリックして、中から自分の入れたい環境光を選んで設定しましょう。特に思いつかないという時は、モデリングのメリハリがはっきりするのが強めの影ができる時なので、晴れた日を選ぶといいと思います。さて、そうしたら、モデリングに戻り、シェーディングワークスペースを開きます。シェーディングワークスペースでは左上のプルダウンメニューからワールドを選びます。そこで、シフト A で新規作成、テクスチャ、環境テクスチャを選び、先ほどダウンロードした画像を入れてみます。すると背景が表示されると思います。今回、この背景自体を使いたいわけではなく、環境光だけを使いたいので、レンダープロパティからフィルムを開き、10日にチェックを入れることで、オブジェクトだけを表示できます。これでオブジェクトを見てみると、影がないか弱いって感じになると思います。これはレンダーエンジン設定の都合で、環境光を環境テクスチャだけから設定したいときは、サイクルズを設定すると綺麗にレンダリングできます。サイクルズというのが、レートレーシングを使ったレンダリングエンジンであり、手間がかからず綺麗なんですが、レンダリング自体に時間がかかるのが欠点ですね。リアルタイムレンダリングエンジン EEVE でレンダリングしたい場合は、環境テクスチャによる光を弱めてライトオブジェクトを別に設定するなどの工夫が必要になります。まあこんな感じで、建物形状にそこまで凝らなくとも、自然光と写真の兼ね合いでリアルな建物面のように見えるというのが写真テクスチャによるモデリングの強みではないかと思います。工夫次第で、かなりリアリティがある建物を作成することも可能です。完全オリジナルで建物を作りたいという場合も、まずは写真を参考に、ディテールの作り方を研究するところから始めてはどうでしょうか。以上になります。私のジェネレータで気軽にオリジナルの建物を作ってほしいという理由でこの動画を作りましたが、あまりジェネレータの機能自体の説明はできず、ちょっと長くなると言いつつ、めちゃくちゃ長くなってしまいましたが、楽しんでいただけたら幸いです。それでは皆さん、いいモデリングライフを。
またどこかでお会いできたら嬉しいです。